ティーチングプロの竹内由美子です。今日は高野原ゴルフセンターからお送りしてます。効果的な練習法ですね。皆さんがよく悩むドライバーでの天ぷらですね。天ぷらって鋭角にフェースが入ってきてポコンと高く上がってあまり距離が出ないっていうショットになります。それの防止方法ですね。それをなくすための練習方法ですね。お送りしたいと思います。じゃあ今日もレッスン始まるよ。はい、じゃあ今日は天ぷらですね。天ぷら、ドライバーで、こう打った球が高く上がって、距離が出ないというような、状態を天ぷらと呼んでます。でそれは何が起こってるのかっていうことをちょっとまずね状況を説明します。まずクラブが、このティーアップしたボールね、こうティーアップしてますよね。このボールに対してこれ重たいな。ティーアップしてるとしてくださいね。で、本当はこのフェースがドライバースイングこうヘッドが上がってて下がってきますよね。で一番低くなった最下点を、過ぎて上がり際にこういうふうに球を捉えていってくれるっていうのが理想なドライバーのこう入射角なんですが、天ぷらっていうのはこう急角度に降りてくる時にヘッドがねこうボールに向かって降りてくる。こういうふうに急角度に入ってしまうということが原因です。で天ぷらをしてしまうとこのクラブの、理想的にはこの辺りが一応ドロー系一番飛ぶと言われているいいところなんですが、ここには当たらずにこの辺にこうボールマークがついたりですね、フェースがこうくるので、ちょっと上に当たったりこの辺にボールマークがついてここが傷ついてしまうというようなことが、起こります。あともう一つ言えるのはティーね、ティーアップしますよね。木のティーを使っている人はこう来るので、この木のティーを折ってしまったりティーが前に飛んでしまったり折れたりっていうと、ちょっとクラブがこういうふうに入ってる可能性があるので要注意です。だからちょっと自分のスイング軌道のためにはティーアップのティーですね、木のティーを使ってそしてボールだけこう上がり際に当たっていくのでティーは残ったまま、あるいはティーが後ろに飛んでボールだけ捉えるっていうような、ことが起こってればいい軌道なので、できたら木のティーね環境のためにおすすめします。プラスチックだとこう入ってても折れないのでわからない。木のティーだとティーをこう叩かずにボールだけアッパーブローにね、アッパーブローってこうヘッドが上がりながら捉えるっていうことですに当たるので、いいと思います。まずそういうことが起こっているのが天ぷらっていう状況ですね。で、ちょっといろいろと説明しますが、もう一個ですね、ドライバーってだいたいその最下点、スイングのこうヘッドが上がって一番地面にこう下がってくる。でその地点はこのちょっとこういうふうに示してますが、このピンクとねブルーの境目、ここが一番円弧の低いところだとちょっと思ってください。で、それよりも一応ボール左に置くのでこの円弧からヘッドが上がり際に捉える、これがドライバーのティーショットの状況です。これが理想です。でも、天ぷらが起こるのは、ここで円弧の最下点でボールが来てしまう、あるいは右でこう捉えてしまう、こういうことが起こってるわけですね。で原因はですね、いろいろです。このボールに向かって、そういう知識なくですねボールにフェースを当てようとすると、そういう軌道になってしまいます。であるいは、このもう一つ原因があってね、ちょっとややこしい難しいかもしれませんが、今こう縦の動きでした。でもう一つスイングにはこの円弧の正面のねこう地面と平行な円のこういう動きがあります。これちょっとちっちゃい円なんで極端ですけど、真ん中ここでセンターですよね。この赤線引いてるここがセンターだとします。でボールってドライバー飛ばすためには左かかとの内側ってこういうふうに真ん中よりちょっと左に置けますよね。でこの円弧に沿って、クラブをこう引いて、で、センターから左なのでこう左にフェースがこっち向いていきます。でこういうふうになるとやはりフェースってこうかぶってきて外から上から来やすいんですね。
でこういうふうにボールが左にあることによって左のボールを打ちに行くっていうことになると、さっき言ったようにフェースがかぶっていわゆる天ぷらっていう状況にもなるっていうことです。こうやってちょっと2つの理由がねあるので、ドライバーのボールをあまり左に置きすぎると天ぷらになりやすいっていうことをちょっと頭に置いといてください。だから天ぷらが出てる人はあんまり左に置いてしまってこの左にあるボールに対してフェースを合わせに行くとそういうふうに鋭角に入りすぎるっていうことですね。なのであんまりボールを左にしない、これが一つです。でもう一つはですねスイング軌道です。天ぷらになってしまう人っていうのはいわゆるカット打ちっていうか、ちょっとイメージわからないと思うのでこういうレッスンの時に使ってますね。これは子供のスナッグゴルフって言うんですけどね、スナッパーこうリボンがついててスイングの練習をするものです。別にタオルでもいいんですけど、でこれを振ってもらうとこうちょっと右回り右回り右回り右にこう円を描く。そうするとこのボールをなんか向こうに飛ばせそうな感じですよね。で一方自分から見て左回りだとこのボールこっち後ろ飛びそうですよね。でこれをクラブを持ってやりますとクラブを持って、右回りそうするとこのボールなんかここでポンと向こうへ打てますよね、右回り。でここから左にボールにこう合わせに行くとボールに打ちに行くともうここから左にヘッドが来るので逆に左回りのようなこういうスイングになってしまいます。だからスイングはあくまでも自分の前でこう右に円を描くようなつもりで時計の12時下が6時としたら12時1時3時4時5時6時とこっちの時計の右半分の円を描きながらボールに向かっていくっていう感覚を持ってほしいですね。バックスイングのトップ上げたらここから12時からいきなり6時の方にこう、合わせるんじゃなくて12時まで行ったらバックスイングからここから1時2時3時また一回こう打ったらまた戻ってこれるようなこういうイメージをまず持っていってほしいですね。そうすると鋭角に入らずに、少し穏やかな感じでボールを横からパチンと弾けるようになります。で、スイングのね軌道をやるためにはちょっと後ろのこう鏡なんかを置いて自分でスイング軌道をチェックする必要があると思います。で私はここにね後ろに鏡を置いております。はい、で構えました。で自分のこのクラブのシャフトの動きですよね。構えてるこのシャフトの角度があります。ちょっと細いですけどね。最初に構えました。この角度があります。でこの角度の、バックスイング通り、降りてくる時もねこうやって戻ってきてくれたらいいんですけど天ぷらしてしまう人っていうのはこの構えた最初の角度より外からですね後ろから見てちょっと軌道分かりますかね。こう構えました。このシャフトですね。でバックスイングしました。天ぷらする人っていうのはこっち側外側からこう上から来てるわけです。で一番いいのは、このシャフトなりに戻るあるいは、少し下からねこの構えたこの棒のちょっと下から戻る感じっていうのがいいです。だからバックスイングします。はい、そして息より帰りちょっと下から、この棒のラインをちょっとイメージしていった軌道よりちょっと下からっていうイメージです。でその下からを可能にするのが、さっき言いましたこの右回りですね。大きな縄跳びの縄を回すような動きをすると必ず、右から左っていうこう下半身の動きがついてきます。でここが、動かないで打ちに行くっていうのは、天ぷらをね起こしますので右から左で少し行きよりも帰りは少し下からっていう感じ行きよりもちょっと下からっていう感じイメージねそういう感じでイメージします。そして、長くなりますがもう一個あるんですね。3つ目、肘です。肘が顔の前にこう肘ね伸ばしてもらってこっち外旋と言います。こっち後ろを倒すのこっち内旋と言います。肘が外旋こっちですね後ろに倒れるような動きで降りてくるのがちょっと理想なんです。右手で言うたら下手投げの感じです。
でちょっとこうクラブをねこういうふうに手のひらを上にして挟んでもらって肘にかけます。でここまっすぐですよね。こういう動きですね。ちょっと倒すような動き。肩を痛めてる人とかはちょっとこれができなくてこう肘が逆に後ろ手が前になります。そうするとさっき言ってた外から来る軌道ヘッドがこう来るのでやはり鋭角に入ります。少しこういうふうにまっすぐからちょっと肘が先行するような形イメージこうちょっと肘が先行して自分のお腹の前を通ってくれるような感じですね。この肘ってちょっと大事なんでねここをちょっと硬い方こっちこの方はこういうストレッチをちょっとして感覚をつかんでください。そしてここからダウンの感じっていうのは肘が先にこう通ってくれると今の軌道にこう入りやすいですね。あんまり大きく振らずに最初はこうちっちゃな動きでいいかもしれません。やってみます。ボールは左にあんまり大きすぎずにこの真ん中っていうところですね。ここを意識します。で構えます。そしてバックスイングでは後ろへ引いてしまうと逆にさっき言った左回りになるのでまっすぐなるべくこの鏡を見ながらね引きます。そして降りてくる時はちょっと内側からですね。一回打ってみますね。構えました。バックスイングは後ろ。そして下から打つと。そうすると低いライナー性のこう来てるので絶対上から来ないわけです。ちょっと下から来る感じ。で天ぷらしてる方はこういうふうにボールをね上げようとせずにまずはライナーの、ボールを打つと。で短く持って結構です。もうめちゃくちゃ短くもなんならシャフト持って結構です。そしてまっすぐこっちのまっすぐって言ってるのは左腕もそうです。左腕も肘を下にね肘先を下にバックスイングすると背中とかが効いてきますがここでやはり、右も一緒です。肘を下にして、バックスイングすることで、クラブが極端にこう開いて反対に言うと肘がこう前に来ることですね。これ脇開いてクラブは、後ろへ行きます。こうなると逆にさっき言った急角度で降りていくので上げる時も少し、左の肘は下向きにね上げるような感じこんな感じです。そして降りる時も今練習したように肘がお腹の前をスッと下手投げでスッといくような感じっていうのをイメージします。短く持って、気持ちハーフショットぐらいでいいと思います。短く持ちます。ボールに合わせるのじゃなく、自分の正面を向いて構えます。そして、左の肘を下向きに上げる感じで上げる感じでこっちも、下手投げなんでこんな感じですね。まずはこうやってハーフショットで低い球を、ボールの横面をこう履くような感じですね。イメージしていきます。でこれができてくると、だんだんバックスイングした後、横からでこの後さっきの右回りのような動きをするとクラブがこうスピードが出てきますので体の回転と合わせて、こっちにこう突っ込まなくなると。クラブを左へこっちへ倒していかないように下手投げから来たら一周回すような右にねこう回してきてまたフィニッシュいったらまた次の、ボールをこうまた打てるまた打ったらまた打てるっていうようなイメージをつなげていくと左の股関節からフォローからクラブが回ってくるので、天ぷらのようなこっちの左にねクラブをこう倒すような動きじゃなくてこっちから回していくイメージにつながると思うので、はい、天ぷら帽子、いいスイングのためにね是非頑張ってやってみましょう。今日のレッスンいかがでしたか？今日は天ぷら防止天ぷら撲滅ってことでねやってみました。今日の動画が役に立ったな良かったなと思う方は、ぜひチャンネル登録そしていいねボタンをお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。ハハハハ